はい、こんにちは、深夜です。あ、こんにちは。さて、はい。やっぱり週刊少年ジャンプ読んでましたよね。読んでましたね。突然ですね。はい。僕何も聞いてないんだ今日。ジャンプでも買った読んでなかったですね。僕どういうことこっち亀とかドラゴンボール単行本で見てるだけだった。ジャンプは買ってない？ジャンプ多分買ったことほぼないです。そんな人いるの？マガジンは買ってましたけど。そっち派？マガジンは買ってる時一時期ありました。ジャンプ買ってない？ジャンプ買ってないです。企画大丈夫ですか？企画がちょっとダメですね。僕が初めて買ったのは85年50号です。なんかこの前からずっと言ってますよ、それ。こち亀の時。こち亀の時から。それ何なんですか？それでずっと言ってる。いや、僕が初めて買ったジャンプ。85年の50号。85年の50号。はい。なんとそれを今回用意しました。おお。用意したっていうのは買ったんですか？これ買いました。高そうっすね。これはなんと定価170円ですが、はい、2000円しました。高いし安いっすね当時。うん。多分今この値段じゃないですよね。うん、今は多分すげえ。この間こち亀の時に85年50号って言ってて、何回も言ってましたね。はい、本当に合ってたかなと思って調べたら本当にこれでした。なんでそれを覚えてたんですか？まさにこの表紙、筋肉マンの覚えてる、このもう筋肉マンゼブラがバーンってやられてるこの表紙。バーンってこれ自爆してません？この蹴りでバーンってやられてる。ああ。これ買ったのは港で買って、港の売店で平積みされてた。このジャンプが、はい。港ってどこの港？どっか忘れたけど、多分神戸かどっかの港で。でも「筋肉マン」はアニメ見てたんで漫画を読んでた。でこのジャンプっていう存在を知らなかった。なるほど。週刊の単行本があって、近くに住んでた年上の人がなんかその「筋肉マン」の漫画でもやってない、アニメでもまだやってない続きをなんか知ってたの、いつも。ですごいなこの人と思って。どこで仕入れてんだと。そう、作者と友達なんかなと思って、すごいなと思ってたら何のことはない。ジャンプでただ読んでただけ。まあ今分かったら何のことないですね。でジャンプというものを初めて知って、あ、筋肉マンだと思って、なんだこれはと思って買ったのが初めてです。でこの後初めて買って、そっからもう次の週からもう欠かさずに、96年の 5.6 号まで買ってました。50号っていうのはこの年の50って。そう。ああ、リセットされるんですね。そう。ああ、なるほど。何も知らんやん。やばすぎるって。何も知らないです。こち亀も見て。ドラゴンボールも見て。全部見るもんなんですか？だいぶ飛ばしてた。興味ないの。ですよね。じゃあドラゴンボールはもう先知らなかったってこと？アニメとか漫画より先に。でもリアルタイムじゃないんか。そう、リアルタイムじゃないですね。もう多分下手したら終わってたっすね。もうついたの。にわかすぎるわ。年違うって。で今回このジャンプを手に入れたんで、ちょっと振り返ってみようというコーナーです。これはもう表紙のが一番先にカラーで来るんですよね。表紙の漫画がそうですよね。何ページかカラーで。で大井争奪戦。争奪編。名作。王様を争奪するんですか？まあそう言うたらそう。筋肉マンマジで知らないんだ。ほら、バッファローマン、ロビンマスク、ブロッケンジュニア。知らん？何も知らん？筋肉マンぐらいしか知らないです。ロビンマスク知らん？なんか名前は聞いたことありますけどね。これは誰ですか？ソルジャー。この筋肉マンみたいな誰ですか？フェニックス。これ全部俺たちが本物だって言ってやってきたやつ。俺たちが本当の筋肉性の王子だっていう。筋肉性なんですね。これが王子なの、筋肉性の。筋肉マンが。筋肉性の話なんですね。もう何も知らんやん。筋肉マンマジで知らないです。何も知らんやん。うわ何これ、ウォークマンのナショナルバージョンや。これ誰？マッチっぽいっすね。すげえ。ジャンプだって。ジャンプすごい。ラジオも聴ける。うわテープっすね。ステレオ。テープレコーダーだ。テープレコーダーじゃない。テープウォークマンみたいな。ソニーでいうウォークマンですね。ウォークマンはソニーの商品名なんで。テープもウォークマンありました。
テープもありました。いやいや、もうテープがウォークマンだから。ああ、一番先がテープです。うわ、うわ、カメラ。何これ。いやでもこのなんかメーカーまだ見るっすえ、ね。このマーク見たことある。何ソーラースプリットタイマーって。冬っすかこれ。冬で50だから。もう終わりだよ、もうほぼ。ああ、11月25日。へえ。何号で終わるんですか？いや、60まではいかないと思うよ。もう50何号までと思う。要はその年間の週の数ってことですか？そうそうそう。で、まあ合併号とかあるから。ああ、そうそう。へえ。うわ、ドラゴンボールソーラーウォッチやん。すげえ。応募したこれ。応募してないっす。にわかやん。勝手です。てか、生まれてないです、僕。生まれてない。85年生まれてない。85年生まれてないです。まあ、筋肉マンがほら、はい、これ作者が腰痛でずっと休んでたのね。あ、そうなんですね。それのもう久しぶりの筋肉マン。で、もう表紙で、関東で。こういうね、なんだろうこれ。来週の本当だ予告。あ、桂正和先生。誰ですか？ウィングマンや電影少女を書いてるのが仲いいですよ。すごっ。 LINE 送ったりしてます。すごっ。幅広いですね。出たこのファミコンの紹介のやつ。こんなあったんすね。ファミコンやったことないんで。ほら、筋肉マンのファミコン。これめちゃくちゃやったな。やりました。対戦できる。ファミコンとかしやさやってるんすね。ファミコンでもう目が悪くなったから。あるあるです。もう熱中するタイプだったから。はい。もうひたすらやって。1日30時間やってた。いや、無理っす。24時間。スーパーマリオね。ブラザーズだ。うわ、ポートピア連続殺人事件。夏いですか？いや、もう夏すぎる。これ大好きだった。これ誰が作ったか知ってる？知らないです。堀井雄二先生ですよ。FF のドラクエのエニックスがドラクエもちょっとよくわかんないです。まあ、ドラクエも知らないの？ドラクエはわかりますけど、いや、あんまやってないです。ドラクエこそ本当鳥山明先生ですけど、あんまやってないです。そのドラクエがもう大ヒットしたけど、もうその前に作ってた。そうなんですね。堀井先生の。ちなみに堀井先生ももう LINE しててやり取りしてます。いつですか？今ですか？はい。家も行ったことある。ほら、ハドソン。高橋名人のハドソン。ハドソンはなんか知ってますよ。高橋名人は？高橋名人知ってますよ。16連射の。はい。めっちゃ名人ですよね。そう。はい。それは知ってるんや。なんとなくは知ってます。出た。これ。来た。何これ？あれっすよ。なんだっけ。どう忘れしたっす。ラオウが出てくる。北斗の拳。それ知ってるんだ。はい。でもほんと読んだことないです。じゃーん。これも読んでました。めっちゃ読んでた。北斗の拳と筋肉マンが大好きだった。そうなんです。で、アニメもどっちもやってて。これは結構有名ですよね。誰これ？わかんないです。ラオウ。これは北斗。北斗って。北斗って何やねん。いや、北斗。いや北斗さんじゃないですか。違うんですか？キノコかよ。これケンシロウやん。ケンシロウ。ケンシロウか。そっか。そうだ。北斗の拳っていうのはどういうことなんですか？まあ、北斗神拳っていう一子相伝の拳法があって、の北斗。拳っていうのは名前じゃないですね。どっちも。まあ、その拳の剣とケンシロウをちょっとかけてると。なるほど。小学校の時の友達は北斗のケンシロウってずっと言ってた。違うんです。多分違う。もう怖い。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いよ。怖っ。ゴージャスアイリン。荒木先生の。それはジョジョの。そう。ジョジョの前の。もっと前かな。来た。出ましたよ。来た。誰？それわかんないです。まだ全然こんな感じなんですね。はい、これ。はい。悟空最大のピンチ。
トの話。ああ、はい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 。天下一武道会で、ジャッキー・チュンと戦ってるとこかな。と。おで、これは亀仙人なんですよ。はい。これはさすがにちょっとわかるですね。だいぶ初期っすね、これ。だいぶ初期です。だいぶ初期っすね。まだアニメもあられちゃんがやってて、あられちゃんが終わってドラゴンボールになったんだけど。あられちゃんは読んでました。あられちゃんは読んでた。はいはいはい。ああ、猿になったとこが。これわかんないです。僕もわかんない。この辺は読んでないです。これちょっと読んでないです。まあ多分バイクの話ですね。バイクっぽい話ですね。これはあれですわ。ああ、はい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 。何？もう見えちゃった。キャプテン翼です。あ、見てるやん。これも。はい。キャプテン翼。これもジャンプだ。これもすごい人気だった。これは人気っすよね。めっちゃ人気だったけど、僕読んでなかった。読んでないですね。僕スポーツ系読まないんで。スラムダンクも読んだことないですか？スラムダンクも読んでないです。飛ばしてました。スラムダンクはまだやってないですか？まだやってない。全然やってない。全然後。出ました。ハイスクール鬼面組。これはわかんないです。これもめっちゃ人気だった。あ、そうなんですか？で、アニメもやってて、鬼面組っていう5人の少年たちが、まあ学園もの。学園ものっすよね。出ました。北斗の拳あ、男塾か。そうはいはいはい。知ってるの？名前は知ってます。先駆け男塾。名前は知ってます。これももうアニメやってて。これも見てました。見てた。これは見るんですね。男塾好きだった。あ、そうなんです。男塾も単行本全部買った。これ何なんですか？北斗の拳みたいな感じですか？いや、これはもともとまあ学校のすごい硬派な学園の話だったけど、どんどん展開が変わって、なんかドラゴンボールみたいにすごい強いやつと戦って、またそれが仲間になってまた強いやつと戦っていくっていうのに変わっていった。ちょっとなんか勝手にギャグかなと思ったんです。そういうわけじゃないですね。まあ若干ギャグは入ってた。入ってる感じしますよね。でもシリアスになっていった。どんどん結構ガチの戦いの感じです。多分編集者の意向でこういうなぜか漫画の途中に広告が入るっていうのがよくありましたね。あったんですか？こんなの。よくある。関係ないやつですか？関係ないやつ。で単行本になった時になんか別のコマがあったり、なんかちょっと挿絵があったり、いろんなことをやってたね、みんな。出ました。完全に今回のこのメイン。はい。これはどういう話だろう？これはなんだ？はい、わかりました。わかりました。当たり屋ね。このもう何も流行ってない蕎麦屋。で、なんでこんな流行ってないねんって言って。はいはいはい。で、味もまあ普通だし、なんで流行らないんだろう。はい。普通すぎるから。なるほど。もう個性がない。はいはい。もう店をガチャンとかやって、もうガチャガチャやって、すごいボロボロにして。はい。味が出てきたって言って、はい、りょうさんが店員になって客じゃねえなら敬礼みたいな、はいはいはい、偉い人が取材に来てる時にこの客のふりして、ああこれまずいってやつは人間じゃねえって言って、なるほど、じゃあこれ7つ星って言って、もう大流行りで他のいろんな飲食店の人がりょうさんに演出してくれ、そううちもやってくれっていう、さすがりょうさんっていう話。これ初っすか？こち亀女子屋さん。これ多分初と思う。これ読んだのが、これ読んだんですよね、きっと。読んでハマったんですか？多分ハマったと思う。出ました、シティハンター。ああ、それも知ってる。これもめっちゃ流行ってアニメもやってたね。はい、名前は知ってますね。じゃあもう TM ネットワークのエンディング。ただ僕は読んでなかった。読んでないです。あんまり好きじゃなかった。そうです。この前のキャッツアイっていう作品があって、それもアニメになってて、それは見てた。出ました。気まぐれオレンジロード。これは見てました。これもアニメになってて、アニメはなんかちょっと見てたけど読んでなかった。読んでなかったから話がわからない。もう名前ギリ知ってるぐらいの感じです。出た。ついでにトンチンカン。これもアニメやってて初めて知った。これは見てたよ。絶対知ってるよ、この主人公。トンチンカンですか？いや、抜け作。抜け作？抜け作先生。抜け作先生が書いてるんですか？これ違う。この中のこれ学校の先生の。
知らない。いや多分わかんないです。これ知らない。もういろんな壁に描かれてた。あ、そうなんですか。もう小学生が描きやすいですね。顔。出た。銀河。流れ星銀。わかんないですね。犬が主役。全部犬出てくるの。全部犬。結構新しいですね。全部犬。で犬だけどもシリアス。あ、そうなんだ。日本語喋るんですか。これもアニメになってて人気だった。知らなかったです。無理をするなって。ほっといても譲れそいつは死ぬって犬が言ってる。犬が言ってるんです。日本語なんですね。出た。シェイプアップラン。これターちゃんのおですか。よくわかったやん。それは分かったっすね。なんとなくジャングルの王者ターちゃんめっちゃ見てたっすね。ターちゃんのタッチの前ですか。そうターちゃんの前。まあ内容的にはまあターちゃんぐらいギャグ的に。ギャグ。はいはい。ちょっと知らない漫画が来た。勝利まあもう野球っすね。多分ちょっと今初めて見たかもこれ。当時ももう見てすらいなかった。見てないと思うこれ。初めて知ったこの作品を。野球っすねこれ。勝利は全2巻。結構短めですか。打ち切り漫画として紹介されてますね。なるほど。ウルフにキス。これちょっと初めて見ましたね。初めてないですけど。ちょっと調べてみます。ウルフにキス全2巻。スケバンの話かな。スケバンってなんか。スケバン流行ってたから。スケバンデカとか。セーラー服反逆同盟とか。ヤヌスの鏡とか。で漫画終わってジャンプ放送局ですよ。ジャンプ放送局。はい。これ、佐久間明さん。はい。これ知らない。何でしたっけ？知らないこれ。わかんないです。桃鉄にすごい神として出てくるじゃん。あ、そうなんですか。わかんないです。まだエノンがいないんだ。なんですかエノンって貧乏神のモデルになった。あ、そうなんですか。これもジャンプ放送局に出てた。そしてこのお楽しみのこの通販コーナーですよ。なんか貯金箱とか。やばいっすね。まあでも今みたいにこうネットの通販とかないですからね。そう、これどうやって商品と一緒に振り替え用紙がいきます。郵便局から5日以内にお支払いくださいやって。先に商品届くんね。すごい。料金後からって書いてありますよ。結構すごいですね。絶対払わんやついるやん。言いますよね。株式会社ポニー。ちょっと今ここが何になってるか調べよう。そんな調べです。ちょっと待って。ポニー小児歯科になってる。株式会社ポニーが。住所一緒ですか。じゃあ歯医者さんになったらどうですか。そんなことある？ポニー何なんですか。多分息子か孫がそのまま受け継いでそういうことっすね。ポニーにしたんかな。これは一番の収穫かも。そのままポニーの名前もらってちょっと胸熱というか。そうですね。感動ですね。ちょっと行ってみたいな。いや、いいっす。江戸川区だから葛飾区と近いかな。まあ方向的にはそうですね。ざっくり。集英社。これ今でもあるかな、集英社、この住所に。今でもあるんじゃないですか。引っ越しせずに多分。千代田区。170円ってのはすごいな。買ったことないから知らんでしょ。普通の。知らないです。いやでも安くても300円ぐらいじゃないですか、多分。いや300円は言ってないよ。で僕コンビニやってたんで、バイトを、その時出したりするじゃないですか。のイメージ的にやっぱ300円とかのイメージ。300円ないってジャンプで。高いってことですか。じゃあ300円いったこと今でもあるよね、ジャンプって。今ありますよ。それがいくらか。じゃあ今300円以上するってこと。絶対してる。嘘でしょ。絶対してる。わかんないですけどイメージですけど。ちょっと待って、集英社まだある。集英社ある。すごっ。もう400円ぐらい僕言っててもおかしくないなと思って。いや絶対200円台だと思う。それは深夜さんにわかす絶対。にわか。でも2019年で275円だよ。君2019年以降にコンビニのバイトしてたんだ。いやマネージャーやりながら。いやいやしてないです。僕バイト多分2004年とかっすね。230円じゃん。やっぱ200、いやそれぐらいのイメージです、ね。いや300円言ってたよ。いやわかんないですけど。
まあまあまあ、ざっくりっす。でも最初90円だったんだ。そうっすね。そう、僕200円の時代でやめたから買うの。買うのやめたっていうか、本屋からジャンプがなくなった時があって、売れすぎて。はい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 。多分なんか応募者全員テレホンカードプレゼントみたいな企画やってて、それ全員プレゼントと言いながら500円分の切手を送って交換だから、実質的にはただ買ってただけなんだけど、その応募者全員みたいなのに騙されてみんな買って、ジャンプがなくなった時があったの。どこの本屋行ってもジャンプがない。あらゆる本屋行ってももう売ってなかったから。そんなことあった。それでもうプツンと糸が切れて、ジャンプの僕の中のもうそこで買えないってなって、もうジャンプの思いがもう途切れて、それまではずっと買ってて、ずっともう欠かさず毎週買ってたのに、別にどこでも買えてたのに、そのプツンと切れた時以来買ったジャンプです。2000円で買ってます。たっけで、僕ジャンプも全部取ってたの。将来高くなると思って。絶対高くなるから、もうなってるじゃないですか。なってるの。だから多分何百冊あるから、もう親が勝手に捨てる。もうそういう価値わかんないから。捨てたんですか？捨ててた。うわもう実家に全部置いてたのに、綺麗に。うわもう実家の引っ越しのタイミングで捨てられてました。うわそれはきついですね。もう綺麗に置いてたのに。保存状態もよく。ディル・アングレイの表紙号のように。だから皆さん実家にはもう物は置かないでください。その忠告。はい、ということでジャンプを語るコーナーでした。さよなら。